おはようございます。今日は韓国2日目なので Get Ready With Me を撮っていきたいと思います。このお部屋が全部ライトが青いのと暖かすぎて、あそこだと何も映らないのでちょっとこっちで地べたに座って撮っております。昨日オリーブヤングで買ったやつを使ってコスメをしていこうと思うんですけど、まずこの日焼け止めを使っていきます。すごいなんか思ってたよりトロトロ系かも。こんな感じ。鏡がない。結構サラサラ系っていうかなんか乳液みたい。なんか韓国だとめっちゃ品切れが続いてるみたいな感じでツイッターで書いてたけど、シンさんのオリーブヤングではゴリゴリ売ってました。いっぱい。カラコンはマランのやつを使ってるんですけど、メープルなんちゃらみたいな色のベージュっぽい感じのやつを使っております。で昨日塗ってたオリーブヤングで買ったリッププランパーを今ちょっと唇にのせてます。朝使ってで今メイク前にもう一回使ってって感じなんだけど、なんか意外と慣れたら平気かもって感じ。1回目つけた時は寝起きでつけた時は痛すぎて途中で拭いたんだけど、今なんか痛いけどまあいけるかなみたいな。なんだろうこれ、なんで人気なんだろう。塗った感じは今普通の日焼け止めって感じ。まあベタベタはしないけど特別そんなすごい今あんまよくわかんないかも。保湿されるって感じかなこれ。トーンアップとか肌補正とかは特にないかも。で次にセレブの下地使っていきます。クマと口元に塗って全体に伸ばしていきます。まもなく鼻の角質取れますみたいな時あるじゃん。ないかなんか知んないけど今日はちょっと全顔に塗ってみました。続いてがこちらのラロッシュポゼを使っていきます。出す量はこのくらい。これでもちょっと余るくらいなんだけど、こんな感じでのせて、この筆は前にフィリミリで多分買ったやつ859番って書いてある。これあんま私筆使わないんだけど、下地の時とかちょっと薄付きにしたい時とかにたまに筆で塗ってます。今日日焼け止めいっぱい塗ったんで、この BB クリーム薄めにしようと思います。ひとまず塗ったんで、セレブのクッションのパフだけを取ってこれでなじませていきます。なんか最近めっちゃこの小鼻の毛穴がすごい気になるんだよな。パウダーに移ります。パウダーはついに新しい方というか新しくしました。パウダーをもうずっとそこ見えてたので、ようやく新しいのを買いました。今日のスケジュールは今からメイクしてソンスに行って買い物してカフェしてあそこ行きたいんだ。そうだ、マポ行っていいGet Ready With Me はいつも旅行来た時撮ってるから、 Vlog は結構ね、プライベートの旅行だとヘビーすぎて一緒に行く人の協力がだいぶ必要になっちゃうのと、プライベートを YouTube の切り抜きで撮ってるだけだとしても結構体力がいるというか大量なカットが必要なので Vlog はね、だから基本的にあんまり撮らないようにしてて、仕事の時以外は。なので Get Ready With Me じゃなくて、なんかカフェとかたくさん今回はあんまりそんな観光っていう感じじゃない。観光っていうかやばい、日本語わかんない。あんまり韓国来た時観光とかそんなしないんだけど、友達と来たらお酒飲んだりとか美容のなんかいろいろしたりとか、そういう感じなんだけど、今回あんまりそんなに予定立てずに行こっかなと思ってたから、カフェとかでいっぱいご飯食べてるところとか撮れたらなみたいな感じで、韓国のカフェ Vlog にしようと思ってたわけ。カフェにだけご飯食べてる時のカットだけ撮って Vlog にしようかなって思ってたんだけど、なんか思ったよりカフェに行ってなくて、可愛いカフェはいっぱいあるんだけど、正直そんな食べれないしそんなに飲めないじゃん。だからなんか結構買い物ばっかしててあんまり撮れないなと思ったんで、もう諦めました。カフェ Vlog 撮ってきてくださいねっておいどんには言われたんだけど、ゴリゴリに普通に無視して Get Ready With Me 撮って、ちょっと申し訳ないなと思って昨日購入品動画を夜撮ったっていう感じです。ちょっと申し訳ねえ。パウダー塗り終わったんで眉毛やっていきます。眉毛はいつものエスポアで、今日はソンスに行ってマポに行ってお買い物してカフェして写真いっぱい撮って、こっちに戻ってきて友達が韓国に来てるので、友達と夜は一緒にご飯食べようかなと、彼と友達と一緒にご飯を食べに行こうかなと思ってます。そんな感じの私の Get Ready With Me、そんな感じの韓国2日目で、シェーディングはウェイクメイク使っていきます。こことここだけで、鼻の先っちょにシェーディングしていきます。それは使うのアイム耳アイム耳のシェーディング買おうと思ってたの忘れてた。今日もオリーブヤングで買わなきゃ。ソンスのオリーブヤング行けばいいか買いたいものがたくさん。こんな感じでちょっと鼻を丸めて短くする感じのイメージでパウダーで動かす。アイシャドウは特に昨日買ってないので、持っ
ってきたやつを使おうかなと思うんだけど、持ってきたのがセレブのやつとこのメイクのいっぱい入ってるパレットと 3C なんだけど、セレブのアイシャドウパレットはいつも多分旅行行く時にいつも言ってると思うんだけど、マジで絶対に外れがないから必ず一応ポーチに入れておく。間違いなく漏れるから。メイクのパレットのちょっと上のピンクっぽい方を使っていこうと思います。どっちかというとコーラル系のピンク寄りのパレットになってるんだけど、これちょっとあんまり邪魔しないようにコーラル系のピンク薄いやつを使っていきます。ここさマジでさライトがさオレンジすぎてさ全然わかんない。アイテープさ貼ってる状態でアイシャドウすると取れやすくなりませんかってコメント多分前来てたんだけど、結論から言うと取れない。多分私まぶたの皮膚薄くって脂肪があんまりないのかな、年々薄くなってきて脂肪がね減ってきてあんまなくて、だからちょっとつけたらテープが剥がれたとしてももうその目の線になってるんだよね。だからあんまり関係ないというか、一重でもないしもともと二重なのであんまり取れたりとかそういうのはないですね。ただもしかしたらまぶたが重くてもともと一重でとかの人が二重にするのにやったりとかすると、もしかしたら取れやすい一重とか狭い目に戻っちゃったりするかもしれないので、私は別に特に取れたりとかはあんまりないですね。逆に私メイク終わった後にテープを貼るっていうのがラメとかそういうのが全部さ上からシールで付箋されちゃうみたいな感じになるのがすごい嫌で逆に好きじゃないんですよね。こんな感じで涙袋を入れてゆく。左肩が超重い。なんか下まぶたにはこれの VDL の02番のチークの方をちょっと入れていこうかな、気分的に。その日に着るお洋服とかをちょっと今意識しながらメイクは決めるんですけど、そんなにこれを絶対使おうとかそういうのはなくて、ここにこれを塗ろうとかもなくて、その日のテンションで薄くしたり濃くしたり塗る場所変えたりとか使うもの変えてみたりとかバラバラですね。はい、そしたらケイトの RD1 番で目頭の線を引いていきます。丸めなんですよね、この目頭が。私くの字になるように見てます。超甘な目にしたい時とかは丸いままでも可愛いんだけど、なんか薄いんだけどある程度キリッとさせたい時とかはキュッて下に持ってった方がちょっと締まるというか可愛らしいけど綺麗めな目元の雰囲気になる気がする。そしたらさっきのこのメイクのここら辺を使ってちょっと混ぜて、涙袋とちょっと今日は細めに若干下がり気味にね、こんな感じで影を描いていきます。そしたらチーク塗ろうかな。 2AN のデュアルチーク06番のピンクの薄い方をベースに塗ろうかな。まず薄い方はちょっとこういう大きめのブラシでどこのか忘れたけどこんな感じでやると可愛らしいほっぺになる。赤ちゃんみたいな。08番こっちを塗っていきます。絶妙な色って感じ。この目の下だけになります。で眉マスカラ塗ってきます。旦那様が食後の居眠りについているので小声でお送りさせていただきたいと思います。すやすや眉毛の存在感を隠していく。はい、一気に薄くなったよね。さあデジャブ。アイライナーなんかあんま引かなくても可愛いけどね。これちょっと目地にちょっと引くか。ほんと今この目地にだけ塗りました。ここそしたらバーハイライトをここに塗ってきます。セレブのこれのここね、工程がないと生きていけない。くの字、さっき引いたここのシェーディングと赤いところのラインの中間に入れるイメージ。ちょっとここ取れちゃったんでもう一回引きます。ちょっとついでにこの黒目の下も引いといた。こんな感じでこれ使おうかな。昨日買ったバニラコの涙袋ペンシル。これはね07番の方のシルバーのタイプの方です。目頭がほんとキワキワに、うわめっちゃ綺麗じゃない。かわいい。こんな感じキラキラ。このままではいいんだけどこれの上からここのキラキラのせていきます。涙袋ペンシルで引いた後にシャドウのやつでこう邪魔しない程度に重ね塗りすると持続力が高まる気がするからおすすめです。気づいたらもうラメ消えてますみたいな時とかあるじゃん。なんかそういうのがなくなる。シェーディングしていきます。この全体にやっちゃうと顎がそのまんま自分の顔の形のまんまちっちゃくなりますみたいな感じになるので、私の場合ちょっとここをキュッとしたいから顎だけに塗るようにしてます。
このエラはね貼ったままがいいんだよね。エラがあった方がちょっとバブくて可愛い。そしたらシーリングで青下と陣中部分の影を作る。私もキャリーケースの上にカメラを乗せてメイクしてんだよね。資生堂のチークをあと顎下。おおよそメイクは完成してきたかな。今度はこの 3CE のアイシャドウオートフォーカスっていう色のここ使ってきます。インラインとか一切引いてないので、ここを引いてたので、さっき引いたアイライナーをぼかす感じ。余ったので涙袋をさらには高くっていう。まつげ上げてきます。韓国どのくらいの気温ですかって言われるんだけど、だいたい平均25度6度ぐらいの暖かさで、全然日中は普通に韓国の現地の女の子とかみんな、ノースリーブとかベアとか半袖とかお腹がっつり出してるみたいな感じのスタイリングの子が多くて、夜とかも韓国の現地の女の子は結構薄着してるけど、日本人の方だと多分日本よりも寒暖差が結構激しいというか、カラッとしてるんだよね。湿度が少ないから、韓国個人的なイメージで言うと。だからなんか風が吹くと寒いっていう感じ、夜だと寒いって感じ。日本だとさ、日中暖かかったら夜もさ多少寒くなるけどそんな変わんないじゃん。結構寒暖差があるイメージなので、なんか羽織物があれば全然ノースリーブとかでいけちゃうって感じで、私はもうノースリーブしか持ってきてなくて、G ジャン一応着ないが寒いだろうなと思って持ってきたんだけど、そんなに着てないって感じですね。昨日ハンナム行ってたんだけど、ハンナムの女の子たち結構やっぱファッション系の女の子が多くて、現地の女の子たちはみんなスタイルが良くてね、お腹丸出しして、ローウエストにクロップド丈だからもう見える範囲がこんぐらいなわけほぼ見えてんの。それがすごい可愛くて、でも個人的にね思うのが、太ってたりとか体型を気にしてるから隠すスタイリングをしてしまうと結構意識が低くなっちゃって、お腹をね出すコーディネートしてる時ってお腹を出てるように見られたくないからお腹に力入れるの。でもなんかで見たんだけど、腹筋するよりもお腹に力入れてる方がお腹ってめっちゃ引き締まるらしいの。でも私も実体験でそうだなって思う瞬間結構あって、やっぱクロップド丈とかミニ丈とか履いてると、歩き方も気をつけるし、姿勢も気をつけるし、お腹のフッてやるとこう前に出るけど、フッって常に力入れてるみたいな感じで歩けるから、なんかそれのおかげでちょっとスッキリする感じはあるから、やっぱ意識が高まるかなっていう。極端に出す必要はないけど、隠すだけじゃなくてあえて見せるっていう部分、見せていって意識を高めていってっていうのもスタイルカバーにも入るのかなっていう感じで、昨日か韓国の女の子たちを見て思いました。こんな感じでマスカラ塗りました。結構軽めに今回も塗りました。一度塗り。韓国の現地の女の子見てると、眉毛は色素薄め、アイシャドウは私よりも多分もっともうほぼベージュに近い感じで薄い、まつげは存在感薄めなんだけどカラコンはしっかりみたいな感じの顔が結構多かった。この鼻にハイライト塗ります。キャンメイクのニュットハイライター02番使います。これは鼻先に少し、鼻すりに少し、この影に少し、そんな感じですかね。ちょっと一旦今から着替えと髪の毛やろうかなと思います。それ終わったら最終またリップメイクしようかなと思います。まだリップ塗ってないんだけど、こんな感じです。では着替えてきます。ということで、お洋服着替えました。こんな感じのラリッチのトップスを着ています。こんな感じですね。ツイードのラメラメのトップス。デニムはちょっと一応ラリッチの持ってきたんだけど、ラリッチのやつは結構ブカブカで、こっちのザラの方を履いてます。今まるでノーセットの状態です。半分に分けてアイロンしていこうと思います。あんまりね、休日そんなにあんまり髪の毛拭かないので、今日もストレートだけで、一応コテ持ってきたんだけどストレートでいこうと思います。でも朝食でパンと合いすぎてお腹が苦しい苦しくないエビバディイエーイ。今日何度でしょうか。韓極は何度？ Today is 何度？25。昨日よりかは袖ついてるから肩が高いでしょう。でまた半分下ろしましてですね、非常に適当でございます、私のヘアセットは。はい、こんな感じでたった5分でストレートが終了しました。ヘアアレンジしていきたいと思います。とり
りあえずストレートにしたので、私前髪今伸ばし中でちょっとちょろりんって出てくるので、適当に半分ぐらいにこうやって取って手ぐしでハーフアップにするじゃん。あ、てかその前に先にスティックしちゃおうかな。スティックで適当に前髪をこういう感じでペタ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 ってして、そのまんまこうやって留めてって、でなんかこれ手ぐしの方がよくて、私綺麗に頭の形綺麗じゃないから綺麗にポニーテールとかするとやばい頭蓋骨みたいなシルエットになるから、私はあんまりしっかりめには綺麗にしない。ちょっと乱雑ぐらいの方が調子いいかな。超雑、こんな感じでお団子にしました。はい、でまとまったらまだこうやってちょろげ出てくるから、出るものは出ていいんだけど、ピンでこんな感じでアメピン選手権で、ピンはポーチから探す。絶対どっかに入ってるから何喋ってんだろさっきいつまでさっきって言うんだろさっきまあさすがに仕事で先とか言うことないけど、まあ、会社の本社の子たちと喋るときはまあ全然先とか出ちゃうんだけど、さすがに外部の人と交わるときは先とか言わないけど、やっぱ先とか自分の名前呼んじゃう。何なんだろうな。割とアラサーの子たちポロッとした瞬間に自分のことを名前で呼ぶ子結構いるんだよ。ここら辺の邪魔なやつらは全員アホ毛スティックで抹消してくんだけど、前髪をこういう感じで超適当なんだけど、こんな感じで出していく。産毛がない方はどうしたらいいですかって言われたら、知りません私はって感じなんだけど、産毛がある人はこれで出してくださいって感じ。最近ずっとこれやってます。なんか前髪なしすぎるとちょっと怖い印象というか強めな印象になりすぎちゃう人とか、前髪センターとかに抵抗ある人とかはこれやるとこう和らぐのでおすすめです。私産毛さ、すごいさいい感じのところに生えててさ、これ産毛じゃないんだけどさすがに前髪なんだけど、こことかにさいい感じの産毛があって、それを無理やり引き出してこうやってやってます。で耳の横の髪の毛をこのスティックでこんな感じでちょっと、やばい全然出なくなってきちゃった。これそんなこともあろうかと2本持ってきたんだよね。ねじねじして中を巻きしたら、勝ち盛りのここにもちょっと余ったやつね、ほんとパンとファンファンファンってなった方が可愛いと思うんだけど、今日めんどくさいのでこれでいきたいと思います。こんな感じで髪の毛は以上です。まずリップのシェーディングはさっき塗ったんで、この 3CE のオートフォーカスのここの色ピンクをちょっと混ぜて、山のところにちょっとこうやって入れる。バニラコのリップペンシル PK01 ヌードローズ、かわいい。ペリペラの03番ですね。こんな感じで内側が一番濃くなる。そしたら最後にこのリッププランパー塗ります。完成で、バッグはこちら持ってきます。すごい天気良さそう。たら香水、これ昨日買った新入りです。ペサドゥみたいなところのやつ。この店員さんがめっちゃさ可愛くってさ、一人でさ店内フラフラ見てたらさ、そのお姉さんさ最後さ買い物のレジ終わった時にさ、そのシューズ可愛いねってダーリッチのシューズ褒めてくれたから、これダーリッチっていう可愛いブランドが日本にあって超可愛いから見てみてって言って言っといた。これであとはサングラス持って OK かな。お靴はダーリッチの靴を履いていきます。はい、こんな感じです。可愛いっていう感じで、ツイードもキラキラしてるし、このバッグもキラキラしてるし、両方可愛いからお出かけしていきたいと思います。本日も最後まで見てくれてありがとうございました。行ってきます。